平和、世界平和、争いのない世界は人類の願いです。なぜ達成できないのでしょう。その考察と解決方法について話をします。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。さて今日は世界平和の話です。平和の話だけだったらウキウキして話ができるんですけど、武器について考えるとちょっと辛いところがあります。あまりにも多くの人々が被害に遭ったり苦しんだり不安になったりします。ちなみに今日は宝くじが当たりました。10枚買ったんですが、なんとその中の1枚が当選です。200円。やったー！こんなにラッキーで気分もいいので、こんなテンションで話をしたいんですが、武器の話だとちょっとトーンダウンしてしまいますね。まあ深刻な話題ですからね。ということで、宝くじは10枚に1枚は当たるんだよっていうツッコミを期待したかったんですが、あまりにもバカみたいなんでここで言っておきます。ちなみにこのディズニーのプレートも抽選で当たりました。さてこっからが本題です。今回は微妙な表情でお送りしますが気にしないでくださいね。深刻な話題なんで、争いについてですが、聖書を読むと争いについて書かれていますから、少なくとも2000年前にも争いがあったようです。もういい加減やめてほしいですよね。日本は平和ですが事件はあります。また近隣の国々ともうまくやってる感じもありません。あなたにお聞きします。武器を持っている人は怖いですか？銃を突きつけられても平気だった人もいますが、普通は怖いですよね。そしてもしあなたも武器を持っていればお互いに警戒しますね。その場合結果的にお互いに武器を使わないで話し合いができそうな気がします。そうするとそのためにも武器を持っていた方がいい、そうですか？そういう考えもありますよね。日本でも以前から軍拡の話が出ていましたが、上限がありました。しかしそれがなくなる可能性もあります。それなので今日は平和に武器は必要かという話をしてみたいと思います。戦争については陰謀論とか表のニュースにならない話などの噂もたくさんあります。私もいろいろと聞いています。しかしその事実がどうであっても、今回の話は全てを解決する可能性について話をします。伝えたい内容が多いので前編後編の2回に分けますね。では前編のスタートです。今の日本はある程度の武器を保有しています。またアメリカ軍が駐留しています。近隣の国を考えますと武器を保有している国ばかりです。武器と平和の話は人によって考え方が違いますので、これが正解っていうものはないですよね。その上で話を続けていきます。人類の歴史は戦争とともにあると言えそうです。お互いに仲良くしたいのになんだか喧嘩をしてしまう。口喧嘩だけならまだしもつい暴力を振るってしまう。個人にもあることですが、これが国のレベルでも起きています。戦争の原因は何でしょう？何だと思いますか？いろいろとあると思いますが、例えば縄張り争い、相手の所有物を奪いたい、過去の恨み、自分のやりたいようにやりたいなどがあると思います。この動画では戦争の分析をするつもりはありませんが、私がどのように考えているかをお伝えするためにもう少し続けます。あとは宗教の対立もあります。どちらかというと違う宗教同士での戦いよりも同じ宗教同士の方が戦いになりそうに思っています。自分が信じている宗教を
間違って伝えている人がいると許せないのだろうと思います。よほどのことがないと他の宗教を攻撃するというようなことはないような気がします。大抵は放っておくとか関わらないようにしている程度ではないでしょうか。それとですね、例えば 1+1 は2のように答えが明確なものはいいんですけれども、結論がはっきりしないものについては結論を同じにしようとすると意見の対立が続いてしまって、最終的には相手を暴力や脅しで屈服させようとしてしまう結果になったりします。結論が出ないものは意見が合うはずがありませんので、結論は出さないでおこうっていうような対応ができれば争いにはならないのではないでしょうか。例えば、こういうものですね。これはアメリカで作られたものだと言って、もう一人がこれは中国で作られたものだと言った場合、それが証明されれば言い合いは終わるんですけれども、そうでない場合には意見の対立が続きます。もう明らかに自分は中国の工場に行ってこれを作るのを見たよと言っても信じない人は信じません。その信じない態度に腹が立つ場合もありますよね。そうするといつの間にか私を信用しないのかという問題にすり替わって喧嘩になることもあります。それを含めて戦争の原因は何でしょう。私が思うところを6つ挙げてみます。1番、今言ったように意見を統一させる。これは文化なども含まれると思います。2番、他の国が攻めてきそうなのでその前に戦う。3番、自分の国に食料や石油などの資源がないのでそのために戦う。4番、やってはいけないことをやっているので許せない。これは間違った宗教の教えなのだと思います。5番、過去に何かをされた恨み、仕返し。そして6番、誰かの命令。他にもいろいろとあるかもしれませんが、今回はちょっと思いつくものだけにしてみました。新しく武器を開発したので試してみたいっていうことはあるかもしれませんが、それは次の戦争に備えるためとかビジネス絡みだと思うので除きます。このように考えてみますと、今日は暇だな、戦争しよっかっていうような人はいないと思います。ちょっと思い出してみると、私が高校生の頃は地元の駅前で不良の方たちが集まっていて、今日は暇だから喧嘩しに来たよ、よそ者が来たら喧嘩するよって言っていました。確かに彼らは暇だったのかもしれませんけれども、ただそれだけでもなかったと思います。戦う理由としては、実力を試したいとか、地元を守るとか、イライラしてるから八つ当たりしたいとか、いろいろな理由はありそうです。多分、一つ二つの理由ではなく、いくつかの理由が重なっていると思います。私が思うに、例えば今、自分がすごく幸せ、最高に気分がいいという状態では、争いが起こらない気もしています。どちらかというと、自分の国の人たちに不安や心配、恐怖があって、それが元になって争いが発生することもあるのではないでしょうか。恨みや仕返しというのはこれに当てはまらないかもしれませんが、そのことが心に引っかかって幸せな気分になれないので、それを解決したいのかもしれません。いずれにせよ、何かを解決するために暴力という手段を使うということですね。もしかしたら、おいおい、争いの原因はそんなんじゃないよ、あんた間違ってるよって言ってくる人がいるかなって私が思うとすると、それは私の不安ですよね。なんかあいつ適当なこと言ってるなって聞き流す人の方が多いと思いますが、戦争について真剣に考えている人は私の間違いを訂正したくなるかもしれません。そういう時に私がそれを訂正しない場合、言葉の暴力や実際の暴力で実力行使しようとする人が出てくるかもしれません。それは思想を統一しようとするとか、その人は幸せな状態ではないということに当てはまるかもしれません。さて、戦争の理由について考えてみましたが、核兵器とか強力な武器を持っている国に対しては
簡単に戦争しようとは思えないですよね。もし私が今銃を持っていれば、この動画に対するクレームはあるかもしれませんが、暴力を振るいには来ないんですよね。それなので、強い武器を持つことで戦いが起こらないっていうのは実際にそうなのかもしれません。ただそれって本当に平和なのでしょうか？平和っていうのはお互いに安心して笑顔で過ごしていて、武器も持たないし、何かあればお互いに助け合うような状態ですよね。しかし現実として一斉の戦で武器を放棄することも考えられません。そうすると人類はこのまま武器を増やし続けるのでしょうか？それと少し話が変わりますが、国家権力というものもあります。これは私たちは法律を守りますが、もし法律を破った場合には強制的に捕まりますし、警察に抵抗すれば暴力を受けてしまうこともあります。この場合は多くの市民に支援される行為ですが、暴力的でもあります。そうすると国際連合などが警察官の役割をすれば平和になりそうな気もしますが、あまりにも世界の文化が多様なため難しいとも思います。警察に反抗すると牢屋に入れられるというような仕組みは国際的には作れませんよね。では日本は軍備を増強すべきでしょうか？核武装をした方がいいのでしょうか？それについては次回後編で考察をしてみたいと思います。今日は前編をお送りいたしました。前編は以上です。ご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございます。